しい、お願い、ちょっと待って。いや、皆さんこんにちは。今日私は奈良県奈良市にある奈良公園の鹿さんたちに会いに向かっています。京都駅から奈良公園に向かうんですけど、 JR よりも近鉄の方が歩く距離が短そうだったので、近鉄に乗って奈良駅で降りました。改札を出るとすぐのところに奈良県のマスコットキャラクターせんとくんとのフォトスポットがありました。奈良市には古都奈良の文化財として世界遺産に登録されている8つの資産があって、今いる奈良公園の周りには美術館や博物館もあるみたいなので、全部見ようと思ったら1日では足りないような気がします。奈良駅を出て5分くらい歩くと奈良公園に着きました。公園が見えてすぐに鹿さん発見。バンビちゃんも2匹いるの可愛すぎます。ずっとここのことを鹿公園っていう名前だと思ってたんですけど、今回来ようと思って調べてたら鹿公園じゃなくて奈良公園っていう名前があるってことを知ってめっちゃびっくりしました。公園内には鹿せんべいを売ってる場所がたくさんあって、そのうちの一つがすぐそこにあったので買ってみます。今開けてるからちょっと待って怖い、ちょっと待って、怖い、待って公園に着いてから初の鹿せんべいタイムだったので、鹿さんたちの勢いがすごくてちょっと怖かったんですけど、編集しながら見返してたら結構優雅に鹿さんたちいらしてくれてますね。前に来た時おせんべいについてるテープは鹿さんが食べても大丈夫な素材でできてるって聞いた気がして、鹿さんの勢いに流されて外さずにあげちゃったんですけど、後からおせんべいを売ってるおばさまに聞いたら、やっぱり食べれる素材でできてるから食べても大丈夫って言ってました。それにしてもこうやって映像を見返してたら、私なんでそんなにビビり散らかしてるんだろうって思います。鹿せんべい売り場や公園内には鹿さんとの接し方について書いてあったんですけど、鹿せんべいを買ってからだと勢いがすごすぎて読む暇がないので、買う前に読むことをおすすめします。鹿せんべい売り場におせんべいが並んでいても勝手に奪って食べたりしないって鹿さんたちめっちゃ天才ですよね。ちなみに鹿さんには鹿せんべい以外の食べ物を与えちゃダメなので、おやつがあげたい人は鹿せんべいを買いましょう。バンビちゃんには近づいちゃダメらしいんですけど、柵越しに鹿せんべいをあげてる天才な方がいました。奈良公園には景観保全と鹿の誤食防止のためにゴミ箱が設置されていないそうなので、ゴミ袋を持っていくなどして自分で出したゴミは必ず持って帰るようにしましょう。奈良公園の中にあるのか敷地内ではないのかよくわからないんですけど、近くに東大寺っていうお寺があるので向かっていきたいと思います。ケロケロ。
道の途中に無料休憩所があったので、クーラーの効いた部屋で涼ませていただきました。冷たいお茶だと思っていただいたら熱いお茶でした。確かに赤い点がついてたんですけど、なぜか冷たいと思ったんですよね。水分補給もできて涼めたので、先に進みたいと思います。夢風広場っていう飲食店やお土産屋さんのある通りを通り抜けて東大寺に向かいます。この辺りで2000円以上お買い物をすると駐車場代が2時間無料になるって観光地なのにすごすぎませんか？なんかバンビちゃんがどれぐらいのサイズまでがバンビちゃんなのか微妙にわからないような気がします。ついに到着？東大寺の門。それにしても空がとっても綺麗ですね。門の横でミーミー言ってるの聞こえますか？鹿さんってこんな鳴き声だったんですね。さっきより森のいいチョコボール。なんか鹿さんのうんちってあんまり踏んでも嫌な気持ちにならないし、見ても可愛いなって思っちゃいます。私だけですか？境内に鹿せんべいを持っていくのは禁止だったんですけど、私が買った鹿せんべいはあっという間に全部鹿さんたちに回収されたので、間違えて持って入ってしまう心配がなくて安心です。配管料は中学生以上800円、小学生は400円です。飲める手水屋って珍しくないですか？大仏殿の中はひんやりしていて、なんか神聖な空気を感じます。大仏様たちを見て回ると、右奥に何やら人が集まっている場所が。これは柱くぐりって言って、くぐり抜けると無病息災や願いが叶うと言われているそうです。私もチャレンジしてみたんですけど、入る直前想像以上に小さい穴の大きさにびっくりしました。柱くぐりの穴の大きさは大仏様の鼻の穴の大きさと一緒だとかなんだとか。ケロケロ。東大寺を出るとすぐにまた鹿さんがいます。東大寺に入る前に通った夢風広場でかき氷を食べて帰りたいと思います。今日は奈良公園に訪れました。鹿さんと東大寺を満喫できたし、日差しも強いのでそろそろ帰ろうかなって思います。鹿は3月中旬から5月中旬にかけて自然に角が抜け落ちて、その後新しい角が生え始めます。角の生えたオスの鹿は秋の発情期を迎えると気性が荒くなる影響で、人々が鹿の角に疲れることがあったそうです。なので鹿の角による事故を防止するために1672年から鹿の角切りが始められるようになったみたいです。夏が一番鹿の角が立派に見れる時期だから、かっこいい鹿を見たい人は夏に、角が怖い人は3月下旬ぐらいに行くのが良さそうです。私は鹿さんの角が抜け落ちるシーンを見てみたいなって思うので、今度また春に来てみたいです。今日も最後まで見てくださりありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。また見に来てください。バイバーイ。